アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。ミスト式も成果がちゃんと見えて、外部フィルターの準備も終わったんで、今回ついに本注水となります。その前にこのタイミングで入れたい水草があるんで、まずはそれの下準備です。導入するのはこちら、ボルビティス・ヒュディロティとバリスネリア・スピラリスです。奥に出てきたアヌビアスナラは、19番目の動画で石に固定したんですけど、ちょっと緩くてグラグラしてきちゃったんで、今回固定のやり直しをします。まずはバリスネリア・スピラリス。これは傷んだところがないか一旦チェックしてます。それと貝とかがついてないかの最初の軽い検査ですね。で、次のボルビティス・ヒュディロティはロックウールの処理ですね。このボルビティス・ヒュディロティは今のところ僕が一番好きな水草です。ただ僕の推計ではもっと大きい想定で、チャームで買ってきたこれはかなりまだ小さいんで元気に育ってくれればなぁと思いながらやってます。ロックウールの処理については15番目の動画をどうぞ。で、アヌビアスならは腐ってないかのチェックだけですね。そしていつも通り水草その前にでトリートメントです。水に溶けにくいこの粉を一生懸命溶かして、で、今回ボルビティス・ヒュディロティは2分、バリスネリア・スピラリスは3分つけておきました。ボルビティス・ヒュディロティは結構触った感じゴワゴワしてるんですけど、意外と葉っぱが透明で薬品にあんまり強くないかなって思ったんで、短めにしました。根拠はありません。バリスネリア・スピラリスもトリートメントして、時間が経ったらこちらは水道水で湯水でおきます。なんかニラと春菊で鍋の用意してるみたいですよね、これ。湯すぎ終わったら軽きなし水を用意して一旦避難させます。で、ここですごいじっくり見てるのは、こういうバリスネリアみたいな形の水草の根元の方に貝の卵とかがくっついてるのを見逃すことが多いらしくて、かなり細かくチェックしてます。トリートメントはしましたが、一応目視でもやっておいて、これは後悔しないようにっていう感じですね。もちろんボルビティス・ヒュディロティもチェックしておきます。やっぱりいいですね、これ。この株はまだ幼稚園って感じなんですけど、大きい株がね、結構値段高くて、ちょっと今いろいろ物色中です。で、チェック完了でバケツにまた戻して、そして石から緩んでしまったアヌビアスナラを再度固定しておきます。この固定の様子は19番目の動画で詳しく説明してます。ビニタイを使ってささっと固定して、次にボルビティス・ヒュディロティを固定しますが、こっちは以前削ってしまったこの流木に固定します。そして固定するのはホームセンターで見つけたこの結び体っていうものです。ビニ体だと両脇が鋭利で少し嫌だったんで、この紐状のものをボルビティス・ヒュディロティの方には使ってみます。ビニ体と同じく鉄の芯が入ってるんで、使い勝手は同じで、もっと目立たないんじゃないかなと思ってます。これを使ってボルビティス・ヒュディロティを固定します。左の奥の方の壁をこれでぐわーっと埋めたいんですよね。なんで広がるように横から順番に流木に並べて、これビニ体と同じく作業は簡単ですね。こんな感じです。まだこれが小さいんですごい隙間空いちゃってますけど、こうやってひっくり返すと隙間がわかりやすいですね。これがどんな風に育っていくのか楽しみにしたいと思います。では水槽の作業に入ります。まずは水草のカップなんかをすべてどかして、この水抜きのチューブも取っちゃいましょう。ミスト式の期間に結構ガラス面が汚れちゃってるんで、これをきれいに清掃しつつ、またね、キノコとかが生えてないか、細かくいろんなところチェックしてます。で、定書に一仕事を加えます。まずこちらのアズーフィルターウールを用意します。結構でかいんですが、いろいろこれは使うんで、ドカって買っておきました。で、20センチぐらいに切ったら、厚みを半分に裂いて、これはちょっと一旦置いておきます。水槽の蓋も外したいんで、このミスト式で使ったスポンジもお役ごめんです。お疲れ様です。で、アクアグラベルを少しどかして、中央の底面を露出させちゃいます。砂利なんでこういう作業を気にせずできますね。で、ここに先ほどのウールマットを埋め込みます。レイアウトの時にやってもよかったんですけど、なんかこれが変に汚れてっても嫌だなと思ってこの段階にしました。奥の方の足りないところもちゃんと埋めて、で、ここで水をかけてるのは、ウールマットがふわふわしちゃうんで、砂利がちょっと浮いちゃうんですよね。この水でペタンってさせて、砂利を埋め戻しておきます。
で、ここに ADA ラプーラタサンドを敷きます。これフィルターのパイプ曲げにも使ったんですが、ここで紹介っていう感じにさせてください。ちなみに綺麗に洗ってあります。で、よくこういうのを敷くときって、小道って言われる感じで綺麗に敷いてる人が多いと思うんですけど、僕はくっきり敷き分けません。さっきのウールマットはこのラプーラタサンドがアクアグラベルの隙間から落ちないようにするためですね。それでも落っこっちゃうと思うんですけど、ウールマットの上にだんだん溜まっていくと思うんで、先々を考えてっていう感じです。で、画面左手に向かってグラデーションのようにして砂が下に溜まっちゃったっていう感じを出したいんですね。こんな風に道っていうよりは浜って感じですね。そのうちここに砂利が混ざったりして、もっとラフでいい感じになると思います。そしてアヌビアス7を配置します。以前お話ししましたが、アヌビアス7プチを前の方に、アヌビアス7を後方に置いていきます。ただ、全体のイメージはもうあるんですが、水草がどう成長していくのか、全然僕はまだわかんないし、もしかしたら注水後にまたダメになったりするのも出てくることを想定して、とりあえず大まかに置いていく感じにしました。とにかく成長するまでは配置はかなり流動的になりそうですね。でもそうやって水草の成長具合を見て、その都度移動できるっていうのは石に固定してる水草のいいところかもしれません。成長が待てないんだったら水草を大量に購入するしかないですよね。僕は育成して理想に近づけることを選びました。その方が経験になりますしね。こんな感じにとりあえずなりました。やっぱり理想よりかなり少ないですね。溶けちゃったこともあると思うんですが、配置してみると少なくともあと3倍ぐらいは欲しいかな。でもこうやって配置した姿が見れるのはとってもね、嬉しいです。水槽の中の一体感も徐々にこう上がってきて、この後の作業にがぜん気合が入ってきましたね、これは。で、モス小石も配置して5センチくらいカップで水を入れてからエキノドルステネルスです。これは雑草みたいに見えるように植栽していきます。このエキノドルステネルスを選んだ理由なんですが、僕は他の主張の強い水草とレイアウト素材の境界のところをぼかすようなイメージでこれを選んでます。色的にもこのエキノドルステネルスは光量によって茶色くなったり赤っぽくなったり普通の緑とは違う姿を見せてくれるそうなんですね。この水草がなんかの隙間からこうぴょんぴょんぴょんって出てきちゃったみたいな感じがすごい欲しいんです、僕は。まばらに勝手に生えてきちゃった風に植栽していきます。わかりやすく言えば、もっとちゃんと手入れしろよって見えるような感じにしたいんですよね。いろいろ調べて、こういう姿の水草を探してるときに、例えばヘアグラスショートだと、ちょっと緑が綺麗すぎるし、CO2 のこともあるし、砂利にはちょっと向かないかなって僕は思ったんですね。で、ブリクサショートリーフっていうのもあったんですけど、それは密集しすぎちゃってて、主張がね、ちょっと強すぎるなって思いました。で、これはあくまでも僕の推計に入れるとしてっていう話なんでお願いします。こんな風にちょっと生えて欲しくないようなところにも植えちゃってます。でこれが成長して茶色っぽい色を出してくれたら、砂利とかの色と水草の緑の合間をこうつなげてくれるんじゃないかななんて想像しながらこれ選びました。そしてついに注水開始です。今までこの水槽に何回か水を入れてきましたが、下に砂とかがある状態で入れたことがないんで、何もない石の部分を狙ってカップでちまちま入れてます。このところですね。で、15センチぐらい水が溜まったところで、ボルビティス・ヒュディロティを左の後方に置きます。やっぱりちょっとまだ小さいんで、とりあえずの仮置きです。で、もう別にちまちま入れなくてもいいだろうっていうことで、水面より上にバケツを置いて、サイフォンで水を入れます。で、それと同時にミクロソリウム2種を入れておきました。これもアヌビアス7と同じで、大まかに置いちゃってるだけですね。で、また水を追加して、そして右の後方はバリスネリア・スピラリスを植えます。砂利のところに直接刺そうとしてるんですが、砂利がこれ閉まっちゃって全然入っていかないです。ちょっとピンセットで穴開けたりしてますが、これはもうダメなんで、ここにラプーラタサンドをたくさん持ってそこに植えることにしました。ここも低床と同じく、この砂が下の方に落ちてっちゃうと思うんですけど、そうなったら上から足せばいいやっていう感じで持っておきます。で少し砂利をほぐしておいてから植栽しました。こんな感じでズボッと入りました。他のやつも同じように植栽して、もちろん見た目では分かりづらいんですけど、砂利の層までしっかり入ってくれてます。これで水草の配置は完了したんで、
一気にバケツで注水していきます。で、これガラスがビチャビチャになってんのは、一回ね、思いっきりこぼしたんですよ。実はバケツで注水するのこれが初めてなんですよね。で、やり方結構調べてこんな風にやってるんですけど、一発目ね、ビビって水をゆっくり入れようと思ったら、ガラス面に水が伝っちゃって、すごいビシャビシャになっちゃいました。でもその様子が SD カードがいっぱいで撮れてなかったんですよ。この今やってる作業に没頭しちゃってて、もうせっかくのザ初心者っていうシーンを見せることができなくて、ほんとごめんなさい。こっからカルキ抜きは AHEIM 4in1 ってやつを使ってます。特に意味はなくて、前使ってたやつがなくなったからっていうだけです。あとはもうガンガン水入れて、ついに水系が姿を現しました。まだちょっと寂しいけど、アクアリウムっていう感じにはなってきましたね。ちょっとこの話は後回しにして、フィルターパイプを設置しましょう。キスゴムを用意して、給水パイプの方から作業します。で、蓋を外すの忘れてたんで、もう使わないこのラップとかは外して、このラップが若干部屋干しに失敗した T シャツみたいな匂いがしてました。で、蓋に貼り付けてたこのバイオお風呂のカビきれいも取っちゃいましょう。動画にしてなかったんですが、以前粘着が弱くなって落っこっちゃったんで、貼り直してました。で、それをこんな風に取っちゃってます。で、パイプの配管は、給水パイプは左の一番奥、自作のオーバーフローパイプは右の奥に設置します。いろいろ水流のことを考えて勉強したんですが、左のでかい流木が結構邪魔なんですよね。で、その辺を踏まえて、風呂に入りながら湯船でいろいろシミュレーションしたりして、いくつか方法は考えたんですが、なんせとにかく実際この水槽でやってみないと何もわかんないんで、まずは思った位置に設置して、いろいろ確かめたいと思います。で、ここで排水パイプを少し口で吸って、予備水って言うんですかね。フィルターに水を落としてます。サイフォンで水が落ちるんで、水面がどんどん下に下がってますね。そしてフィルターの電源を入れます。なんかドリフのオチみたいな感じで、ブワーってなってますけど、これはフィルターにまだ空気が噛んでるんで、それが出てきちゃってる感じだと思います。これデスクの下でフィルターを揺らしたりしてエア抜きはしておきました。で、フィルターに落ちた分の水を足して、で、こうやって左手で勢いを殺してバケツから水を入れてるんですけど、この時一番個人的に気になってるのは、手の油が中に入らないように事前にしっかり洗ってあります。中年になると、なんかね、顔とか耳の裏とかね、もう変な油いろいろ出てくるんですよ。こんなの油膜になったらただの親父油ですからね。この親父油を入れるのは嫌だなと思って、そんなことしてます。どうでもいいですけどね。で、今、排水はジェットパイプの状態なんで、ちょっと水流が強すぎるように思います。この辺は後日作業するんで、大事な作業を一つしなくてはなりません。こちらのスーパーバイコム78とスーパーバイコム 21PD です。バクテリアですね。このバクテリア剤に関しても調べてるときいろんな意見があってすごい面白かったんですが、僕はなくたってできるよとか入れなきゃダメだよっていう0-100の考え方ではなくて、最初のきっかけとして、ちょっとでもあればいいんじゃないかなと思って入れてます。この水のサイクルについて最初全然意味がわかんなかったんで、このアクアリウムを始める前からすごい長い時間をかけて考えをまとめたり勉強してます。ね、ちょっと長くなっちゃうんで、これは別の機会にさせてください。で、この78の方が見るからによどんだ色なんで、匂い嗅いでます。ちょっと勇気が必要でした。で、全然臭い匂いはしないです。で、早速水槽にぶち込んで、瓶の中も余さずすすいで、スーパーバイコム78は OK です。で、付属の専用気質っていうなんか水色の液体も入れておきます。で、次がスーパーバイコム 21PD。こちらも匂いを嗅いでから突っ込んでおきました。スーパーバイコムの量は規定量があるんですけど、水槽のサイズではなくて、水槽に入ってる実際の水量で計算して入れてます。ちなみに僕の水槽には約90リットル実際に水が入ってます。これはアク抜きの時に計測してたんですが、実際に入ってる水の量っていうのは、結構いろんなところで肝になるんじゃないかなと僕は考えてます。これもちょっと話が逸れちゃうんで別の機会にさせてください。これにて
本注水作業完了です。ついに水系が現れました。一番最初に注水した時は、初めて部屋に水が大量にドカーンってきて、結構感動したんですが、今回は、もちろん嬉しいんですけど、ここからが本当のスタートっていう気持ちがね、すごい強くて、悪い方向に行かないでくれよっていう不安がどうしてもありますね。全体としては機材が目立たない理想通りにできたと思います。ただ、水草は理想のレイアウトに全然なってないんで、まだ全部入れたわけじゃないし、これが育ってくれて理想に近づいてくれればなぁと思います。では今回使った金額です。バリスネリアスピラリス5株セットで800円。ボルビティスヒュディロティ3ポット。これもセットで3400円。アズーフィルターウール1250円。ADA ラプラタサンド891円。エーハイム 4in1 250ml 402円。スーパーバイコム78 250ml 2057円。スーパーバイコム 21PD 50ml 539円。水草その前にが182円。ここまで合計で15万5072円使いました。とにかく無事本注水を終えることができました。いやー、ほんとここからですね。ここから、とにかく、一歩ずつやっていきたいと思います。で、今回かなり動画が長くなっちゃったんで、水流のこととか、あと水質のこと、あとは栄養のことについての僕の考えっていうのは、その都度今後の動画でご説明していければと思います。ということで次回はその水質に関わる大事な工程、パイロットフィッシュを導入します。ついに生態入ります。それではまた。